ガンダムシリーズにはそのインパクトの強さから今なお愛されているセリフが数多く存在します。中には一連のシーンを見ても意味がわからないセリフや原作から改変されたことでむしろ有名になったセリフなど様々です。そのためアニメだけを見ている方の中には何それ知らんとなるセリフもあるのではないでしょうか。そこで今回はガンダムシリーズの中から印象的な名言6選を紹介していきます。なお本動画はコミュニティでのアンケート内容および動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。やめてよね。こちらはガンダムシード17話にてキラがサイに対して放ったセリフです。作中フレイから一方的に婚約破棄されたことに納得できないサイはなんとか話をしようとフレイに詰め寄ります。その時フレイはそこへ現れたキラに抱きつきつつキラと関係を持っていることをほのめかしました。それにサイは絶句するのですが、疲れ切っていたキラは冷たくサイをあしらいフレイと共に館内へ戻ろうとします。それに憤りを感じたサイはキラに殴りかかるのですが、キラは逆にサイを押さえつけました。そのサイに放ったセリフがやめてよね。本気で喧嘩したらサイが僕にかなうはずないだろうでした。温厚なキラから出たとは思えないすさんだ語気と簡潔かつインパクトあるフレーズがネット上でも人気を博し、ミームとしても見られるようになりました。基本的には実力あるものが自分より格下のものを抑え込む際のミームとして主に人×人外系のシチュエーションで使われています。ファンの間でもかなり印象的なセリフとして記憶されており、2012年に行われたガンダムシード名台詞ランキングでは得票率 30.8% で1位を獲得していました。ちなみに本セリフは遺伝子調整を受けたコーディネーターである自分にナチュラルの際が叶うわけないという意図を含んでおり、聞き手によっては傲慢なセリフと解釈できるかもしれません。そのためか当時はキラを嫌いな主役として認識された方も多かったようにも感じます。しかしキラのこのセリフに至るまでの背景を考えれば決してただ傲慢なセリフではないとわかるでしょう。17話に至るまでキラはコーディネーターに対する味方の差別意識をまじまじと見せられた上に、コーディネーターで生地能力があったためかつての友達と戦わざるを得ない状況に置かれていました。そうして自分の出生に翻弄され精神が疲弊していたキラの心情を思えば、このセリフはただの傲慢と受け取るのは難しいのではないでしょうか。なおそうは言っても言われたサイからすれば一発で仲が壊れてもおかしくないようなセリフなのですが、サイはその後もキラのことを気遣っており、サイをシード界の聖人と呼ぶ声も上がっていたりします。ところがギッチョン、こちらはガンダム00第12話においてアリアル・サーシェスが放ったセリフです。作中アザディスタンの太陽光発電所を保守派が襲撃しますが、事前に待機していたロックオンによって全機沈黙させられ、一旦戦場は抑えられたかのように見えました。しかし次の瞬間ソレスタルビーイングが妨害してくると読んでいたサーシェスがそうはいかないと言わんばかりにミサイルを発射、太陽光受信アンテナを破壊したのですが、その際に放ったセリフがところがギッチョンでした。馴染み深い逆説的表現として知られる言葉が藤原啓治氏による名言で非常に勢いのあるセリフとして消化されたことでネット上で大きな話題となり、サーシェスの名台詞として定着しました。ちなみにところがギッチョン自体はサーシェスのオリジナルの言葉ではなく、古くから日本で使われてきた逆説的表現です。そのルーツは明治初期に流行した俗語ギッチョンチョンと言われており、実に100年近い歴史を持つ言葉とされています。なお世間一般に広く定着したのは1970年代から80年代にかけて活躍したコントグループであるザ・ドリフターズの影響が強いとされているようです。特に話の流れをひっくり返すギャグを繰り出す際の決まり文句として頻繁に使われたことでお茶の間を通して広まったと考えられています。このようにかつては世間に広く知られた言葉だったため、ガンダム00だけでなく様々な創作物で使われてきました。ただその広まった時期からわかる通り、現在では死語となっています。そのため最近では
一般的に使われる用語というよりも、サーシェスの名台詞やネットミームとして覚えている方が多いようです。こちらはターン A ガンダム49話において、ハリー・ヨードがギムギンガナムのカルターン X との戦闘中に放ったセリフです。作中、ターン X を相撲同士の連携で金縛りにしたハリーは、そのまま差し違えてでもギンガナムを倒す覚悟でターン X へと突貫します。その際、ハリーが放ったセリフがでした。シリアスな戦闘シーン、しかも直前にギンガナムに分かっているのかハリー・ヨードと問われていたにもかかわらず、脈絡もなくユニバースと叫んだ姿に困惑する視聴者も多く、シリーズでも屈指の名セリフとして記憶されています。一方で、一連のシーンの熱さや声優である稲田徹氏の鬼気迫る演技もあり、突然ユニバースと叫んでも違和感を感じなかった方も多いようです。ちなみにユニバース自体には特に意味がなく、オーマイゴッドのような簡単詞とのこと。劇場版ではドランも高ぶった際にユニバースユニバースと叫んでいるシーンが見られるため、ムーンレイスにとってはかなりメジャーな簡単詞なのでしょう。考えるのではなく感じるのが大切なようです。ちなみにターン A ガンダムフィルムブックによると、元の脚本ではナムさんと叫んでいたものの、富野監督が既存の宗教は存在しない未来だからという理由でユニバースに変更したと語られています。つまりこのシーンにおけるハリーの叫び声は、既存の神がいなくなったターン A の世界において、宇宙は神と同等の祈られる存在へ昇華されていることが伺えるフレーズとも解釈できます。なお富野作品では定期的に独特な簡単詞が登場しており、 G のレコンギスタにおけるベルリのもその代表例の一つです。ちなみにこの一連のシーンではギンガナムの名台詞も次々に繰り出されており、シリーズでも屈指のパワーワードの宝庫となっています。毒蛇野郎。こちらはゲーム G ゼネエターナルにおけるサンダーボルトのイベントで見られたイオ・フレミングのセリフです。原作においてイオは宿敵であるダリル・ローレンツのことを、その身体的特徴から軽蔑の意も込めて義足野郎と呼んでいました。それがゲーム G ゼネエターナルでは毒蛇野郎と改変されていたのです。おそらくコンプラに配慮したゆえの改変と思われますが、口の悪いイオがわざわざコンプライアンスに配慮した発言をしている様が非常にシュールに映ったため、イオはコンプラに配慮できるとネット上で話題になりました。なお原作の表現から改変されたことを残念に思う方もいる一方で、士気がなくデブリに隠れて獲物を狙うしかないスナイパー部隊のダリルを毒蛇と表現したのは的確かつ原作よりも毒気が増していると高く評価しているファンも多く見られます。また原作1話ではサンダーボルト中域に身を潜めるスナイパーの排除に当たる任務を毒蛇の巣穴に手を突っ込むようと例えていたため、作中におけるセリフを拾った上での了解編という評価も見られます。ただ漫画作者の大田垣康夫氏やアニメ版の監督を務めた松尾浩氏は自身の X 上でセリフ改変に関する話は何も聞いていないと驚いておられたため、この改変はゲームスタッフの独断で行われたと思われます。そのため一部のファンはモヤモヤを感じていたようですが、アプリは各ストアの審査基準を満たさなければ更新はできないため、おそらく怪しいセリフは独自に改変する必要があったと考えられます。そのため一部ファンからは理解を示す声も上がっていました。やりました。やったんですよ、必死に。その結果がこれなんですよ。こちらはガンダムユニコーンエピソード4重力の井戸の底でにおいてジンネマンと砂漠を歩いていたバナージが放ったセリフです。ガランシェールとともに西サハラ砂漠へ降下したバナージはジオン残党軍と接触しようとするジンネマンに連れられて砂漠を横断します。しかしユニコーンに乗り必死で戦ったにもかかわらず、フロンタルは倒せなかったどころかダグザは殺され、ギルボアを誤って撃墜したことでバナージは現実に打ちのめされてしまいました。そんなバナージにジンネマンは葉っぱをかけます。しかし力を尽くして役割を果たそうとした結果、何も得られなかった事実に打ちのめされていたバナージは、やりました。やったんですよ、必死に。
その結果がこれなんですよと返したのでした。本セリフは少年が現実に直面し打ちのめされている様を内山昂輝氏の熱演で的確に表現したセリフとして屈指の名台詞の一つとして語り継がれるようになりました。またどうしようもない現実に直面した際、心から溢れ出した言葉として非常に共感できると多くのファンから支持されてきました。一方でセリフの背景はとてもネタにできるものではないものの、フレーズ自体は言い訳に使いやすいセリフだったからか、仕事で失敗した時をはじめ何かにミスした際に使用するミームとしても定着していきました。なおその後のバナージとジンネマンのやり取りもガンダムユニコーン全編通しても屈指に人気のあるシーンとなっているため、一連の流れを含め記憶している方も多いのではないでしょうか。この瞬間を待っていたんだ。こちらは漫画クロスボーンガンダム鋼鉄の7人においてトビアードナクスが影のカリストと戦った際に放ったセリフです。作中影のカリストの狩るインプルースコルニウスの機動性に惨敗したトビアはカリストに勝つための対策を立てます。そこでトビアは影のカリストの性格から必ず最後は前と同じく格闘武器で殺しに来ると考え、彼が接近戦に持ち込んできた時を狙う策を立てます。そして X1 パッチワークを借り地球で再戦した際、トビアの読み通りカリストは接近戦でとどめを刺すためにビームアックスを振り上げました。そこでトビアはアイフィールドハンドを起動してビームアックスを受け止めます。その際生まれたわずかな隙をついてフックシールドでコルニウスを拘束。バルカン砲とガトリング砲を一斉掃射するのですが、その際にトビアが放ったのがこの瞬間を待っていたんだでした。強敵との戦闘でも耐えに耐え、ようやく掴んだチャンスに高揚するように叫んだ本セリフはトビアのセリフの中でも屈指の名台詞として知られています。しかし一方でネット上で本セリフがネタセリフとして有名になったきっかけは原作ではなくゲームエクストリーム VS 時は初代エクストリーム VS においてクロスボーンガンダム X1 フルクロスが実装された時に遡ります。解禁当時フルクロスはぶっ壊れレベルの狂気体として環境で暴れ回っており、特に格闘強化状態時の N 格闘が頻繁に使用されていました。その N 格闘を繰り出した際に流れるセリフがこの瞬間を待っていたんだだったのです。コンボで多用する都合上、本セリフは嫌というほど連呼され、ユーザーからも何回この瞬間来るんだよと突っ込まれていました。その後ユーザーが嫌というほど聞いたこのセリフは山口勝平氏のどこか片言な演技も相まってこの瞬間を待っていたんだとしてネット上で広まっていったのです。ちなみに格闘 CS で次元強化状態に入る際、村正ブラスターからビーム刃が発生するのですが、その際に流れるセーフティー解除もセットとして覚えられており、ネット上ではこの2つのセリフを組み合わせて使われるケースも頻繁に見られます。ということで以上、ガンダムシリーズいろいろ名言6選でした。インパクトある叫びから厳しい現実を突きつけるものまで様々な名言がありますが、その広まり方は各種様々なのが個人的には面白いところではないかなと思います。ぜひ皆様が印象に残っているセリフもコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。